こんばんは、フェマールでございます。今回は福井県越前市のこちらですけど、県道3号線を走っております。そして今から行くところがこの電柱、わかります？小さく今まで僕知らなかったんですけど、菅町入り口と書いてあります。この左側の脇道ですね。私めちゃくちゃいつも通ってて、これ気になってたんですけど、ただの山道だと思ったんですね。林道とかなんかそんなに大した道じゃなかろうかなと思ったんですけど、よくよく調べたらまあなかなか深い道でございましたんで、こちらの方探索となります。よろしくお願いします。実を言うと電柱に書いてあった通りですけども、菅町という町内へ向かう道となっております。そして私今日はこれ初めて通りますんですけどもこの先になんですけども、その菅町というのがありますけども、そちらの方今は無人集落だそうです。廃村ではないそうです。この辺は、越前市役所に問い合わせたところ、住民基本台帳には、人の住んでるデータはなく、ただ、行政としての、市町村というか町としては成り立ってるそうなんですね。で、私本当にここ初めて来るんですけども、この道、狭いながらもこう舗装がされた上で、路面は苔生えて、いろいろとちょっと渋い雰囲気になってますけども、かの昔先ほどの県道3号線っていうのが、前身となるものが明治ぐらいにできたそうなんですね。で、その後昭和40年代まで、この道はあったけども、もう1メーターの幅もあるかないかの道でも車とかが通れなかったそうでして、今でもそこをやって通れるようになって便利になってますけども、その先にその廃村ではないけど人が今いなくなってしまったという集落、菅町がございます。そちらの探索になりますね。これは本当に僕も驚きでした。単純なるその山へ向かうためだけの道だと思ったんですよね。まさか集落があるとか、しかもまだ現役の集落だそうです。皆さんちょっとずつ入っていきましょう。その前にちょっと一旦中ぐるっと入りましょう。カーナビでも菅町表記は出ております。で、今現在は人は住まわれてないとはいえ、でも車は止まってらっしゃいますね。住んでないっていうだけでこうやって人はいらっしゃるんですね。いらっしゃるわ。こうやっていらっしゃるんですね。ちょっとあの人に聞いて行ってみようかな。でもちゃんと住まわれてるんですね。で、神社とかもあるそうなんですね。で、廃村、もう本当にもう生きた町ですから、こちらの方ですけども、人がいないっていうだけですね。住んでないっていうだけであって、でも栄えた町だったそうです。でですね、この先はこれ集合アンテナかなんかでしょうかね。で、この辺りも集落があったんでしょうか。今のとこ一見あの家だけなんですかね、家屋が残ってるというのは。どうなんでしょう。いつもの通り神社っていうのはね、集落の方では上の方に大体神社があると思うんですけども、そう考えるともしかするとまだ家があるのでしょうか。とりあえず走っていきましょう。倒木がありますけど、倒竹がありますねこれはいけないかちょっとこれはちょっとこのままではいけないかな。キャリアがあるんでね。はい、再開でございますけども、これはどうなんだろうな。これ自体も集落なんでしょうか。この通りですけど、山の中で
あまり人が通らないからでしょうか、このように荒れた感じになってますね。でもここら辺も何か物置跡でしょうか。いるんでしょうね。ここにもどうなんでしょうね。でもまあ道はいいとは言い切れませんね、これ。荒れてますね。めっちゃ荒れてますね。集落的にはもう終わった感じですかね、これは。でもこれはおいそれと入ってこれる、普通の人は入ってこれる道じゃないですね。この地面はもう堆積物でいっぱいになってますけども、おそらくアスファルト路面だと思うんですね。ですけど荒れてますね。まあこの今3月の下旬でして、雪が溶けたばかりですからね。そういった雪の跡っていうのは結構こう倒木が多いわけなんですけども、それによしてはここまでか。ここで崩れてますね。残念ながらこの先に行ける感じではないでございますね。ここで寸断されてます。これはこの冬で寸断されたものかどうか分かりません。おそらくここはまあこのまま終わるわけではなかろうと思うんですけど、今すぐのこの除去するっていう雰囲気はないかもしれないですね。これは後から反対側からこちらの方向かってこようと思います。とりあえず集落へ戻ってみましょう。今ちょっと人がいらっしゃったんで聞いたところ、集落の方ではないと、ちょっとこの辺の管理をされてる方らしくて、で、ちょっとこの辺うろうろ撮影させてもらうっていう許可がいましたんで、ちょっと撮らせてもらいましょう。では菅集落でございます。下にもなんかあれ小屋でしょうね。ちょっと朽ちちゃってますけど、ここが多分入り口だと思うんですけども、入らせてもらいます。これ過去の地図を見ると横に長い感じですよね。からこの辺りももしかすると集落家の跡があったんでしょうかね。こちらも家の跡でしょうね。これどうなんですか。井戸じゃないよね。神社が失礼します。失礼します。ありがとうございます。こちらはお寺さんだったそうですね。かなり古い建物ですね。そしてこちらのお坊さんのお墓だそうです。海女さんのお墓もあるのかな。そういう風になってるんですね。こうやってお寺があって神社があって、すごく昔は栄えたそうです。ありがとうございます。立派なしつらいですね。よいしょ。神社はだいたい山の上にあるっていうのが定番なんですけども、ほんの10年ぐらい前まで、お二方をご夫婦さんが最後まで残ってらっしゃったらしいんですけども、今の方の話を聞くことによると町の方へ出たそうでございまして、今は
無人集落となっておりますね。こちらか。失礼します。神社跡地ですね。よいしょ。失礼します。よいしょ。集落を守っていただける元住人の方のご子息なのか、まあその当時住んでらっしゃった方かちょっとそこまで聞きませんでしたけど、いていただけることによってこうやって守りされてるんでしょうね。失礼します。よいしょ。よいしょ。すげえ、八幡神社ですね。失礼いたします。結構立派な建物が建ってらっしゃったんじゃないかなと思うんですよね。一応、いつも廃村巡りすると神社というのはほぼほぼこの他の建物の山の上に立ってるものですけども、この木なんかもまさにこう神木といった感じでしょうか。素晴らしい。神社の跡といえどこうね、今でもこの心思いというのは、神仏の願いっていうのは今でも残ってると思います。ですからこの集落今でもこうやってね守り続けている方々もいますし、こうやって神様のこの思いっていうのも十分あると思いますんで、だからすごくなんていうか、人はいないけれどもすごく活気というか、その虚無感はないですよね。この神社とともに生きてきたこの大木と長年太古の昔からこちらの地を守り続けてきたんでしょうね。私も田舎育ちなんで、すごくこういう景色というかこういったところがすごく癒されるんですよね。で、分校はここはなかったそうです。この先にある白山小学校っていうのかな、そこまで何キロか4キロぐらいあるんでしょうか、そちらの方まで歩いて行かれたそうですので、ありがとうございます。ありがとうございます。3、4キロぐらいなら冬の道は大変でしょうけど、それでも分校を作るほどではなかったんでしょうね。そしてなんかここに空穴がありますね。こちら杭がありますけども、おそらく林道杭でしょうね。こちら最後の住人の方がいらっしゃった、その特集された YouTube のチャンネルのビデオありますね。そちらの方、上の方のリンクから見ていただくと詳細がわかると思います。ものすごく郷土愛のあふれた方でした。すごく共感できました。この先祖代々受け継いでこうやった地を離れたくない、そういった思いでいらっしゃったらしく、そして今もいらっしゃった方もこの地の方の関係の方だと思うんですけども、こうやって受け継ごうというその心意気ですよね。そういったものを感じております。だからこうやって無人になったとはいえ、こう人の気配のある、すごくなんか生きた感じの町だなと思います。実際ね、行政としてはちゃんと町としては成り立っておりますんですけどね。昭和40年にこの道幅が広げられるまではもう徒歩で何もかもやっていたそうで、米の収穫があれば背負って米俵を担いで先ほどの県道まで行ったそうです。ぜひぜひまだまだ守っていただきたいですね。本当こういう風景はとても大事だと思いますしね。その YouTube のチャンネルでその方が言ってらっしゃったことには、なぜここに人がいなくなったかっていうと、それまではこの海から町への道としてはここしかなかったそうなんですね。
でその中でそちらの県道ができたことによって、明治頃にできたことによって、この人の往来とか荷物の物資の輸送とか、その関連でやっぱその民足とかが必要だったものが、それがなくなったから、そうやって人がいなくなっていったんじゃなかろうかというようなことをおっしゃってらっしゃいました。詳しくは概要欄の方のリンクから見てください。だから道ができたことによって栄え、道ができたことによってこうやって人が出ていってしまったっていうことなんですよね。最後に先ほどの崖崩れの先がどうなってるか、反対側までやってまいりましたので、こちらの方から進んでいって、ご覧いただきましょう。その昔、菅集落からその明治の時まで通ってたっていう道がこの道なのかどうかは分かりませんが、今の集落現状の道としてはこのようなことっていうことをお伝えしたいと思います。でやっぱり案の定ね、バタバタですね。私ここ来るまでに一応見てきたんで分かりますけども、相当ひどい状態になっております。で一つ発見したのは、これいつかしらにこちらの方の動画出してるんですけども、謎のハイキャンプリゾートの道につながってたんですね。ちょっとこれひどいですね。よいしょ。この左側というのがキャンプリゾート山帽子高原というところなんですよ。今はもうやっておりません。親会社が破綻したそうです。その関連でこちらも潰れたんじゃないかなと思って、ということで、そこにつながったわけですね。この右にもバンガローがいっぱいありまして、この右は、山の中の温泉施設です。すごい立派なものだったんですね。というところにつながっております。その詳しくはこちらの上のリンクから見てください。そちらも面白い動画になっておりますので、よろしくお願いします。そして終着は、広域機関林道越前西部2号線か1号線かに出てくることになっておりまして、この先まっすぐ行けばスタート地点の県道3号線へ戻るという風になっております。結果的には県道3号線へ戻ってくる道となっております。そういったわけで、何気に見ていたこの脇道にすごいロマンがあったということ、そしてこの先にあるその無人集落にはなったとはいえ、人の思いがめちゃめちゃ詰まった温かい集落でございました。ということで今日はこれまででございます。ありがとうございました。バイバイ。